皆さんこんにちは、ランタムです。ポータブル電源の進化って本当にめちゃくちゃすごくって、僕が車中泊始めた頃にはこんなもん全くなかったんで、モバイルバッテリーにね LED ライトつなげたりとか、中にバイク用のバッテリーが入ってるポータブル電源で USB から照明を取りながら車中泊したりしたんですけども、リチウムイオン電池のね登場時からどんどん時代が変わって、もう容量1000とか1500とか2000とかっていうものがバンバン出て、でしかもねこれらのものがあったら火が使えない場所で IH や電子レンジを使って料理ができたりとか、車内の電気をねつけっぱなしてから電気式モードで寝るとか、夏には扇風機やエアコンを回してみるとか、そういうこともできるんですけども、実は大容量ポータブル電源の弱点としてからバッテリー切れを起こしたらもうあとはただの箱なんですよね。で、僕はね気に入ってこの電源をよく使ってて、これは 1500Wh ぐらいあるんですけども、基本的に車中泊中に使い切っちゃったらもう電気が使えないんで、レジャーとしては最適なんですけども、災害時の備えみたいなかっこいいするのはちょっとまだ難しいですよね。なんですけども、今回クラウドファンディングの幕開けの方でこちらのバッテリー交換可能な超大容量ポータブル電源が発売されて、こちらのちょっとレビュー依頼が僕の方に来ましたんで、今回ねちょっとこちらの方をかなりねしっかり見ながら紹介してみたいと思います。はい、ということでね早速見ていきたいと思います。でね、こちらの電源は、iForway っていうメーカーさんの T-Rex っていうポータブル電源で、バッテリーがね交換可能なものになります。スペックはねちょっとこの辺出てると思うんですけども、これ定格出力が 2000W もあって最大出力が 4000W もあるんで、もう動かない家電はありません。で AC、DC、USB がついてるんですけど、これはもう全部同時に動かすことができます。でもちろん充電しながらの駆動も可能です。で目玉の機能がこちらで、これが交換可能なバッテリーなんですけども、このバッテリーはね2種類あるんですけど、 1600Wh のものが 12.4kg で、もう一個上の 2000Wh のものが 14kg っていうね重さです。だからね結構バッテリーは重いです。というか本体よりもバッテリーの方が重いです。でバッテリー効果なんですけども、8秒でね交換できるとのことで、こちらまたあったらフル充電できるっていう格好のものなんで、ものすごいね電源になってます。でこちらにバッテリーが交換できるようになって、中はこんな感じになってて、これを引き抜いてよいしょ、バッテリーを交換するようになってます。なんですけども、これメインのね売りが8秒で交換できるとのことなんですけど、本当に8秒で交換できるのかちょっと気になりますよね。ですんでね、今からちょっとね交換してみたいと思います。できなかったらねクレームを入れましょう。よし、じゃあねやってみます。せーの、よいしょ。どうでしょうか。多分8秒以下でねいけたんじゃないかと思います。バッテリーはね10何キロもあるんでちょっと重めですけども、男性だったらね言ってる時間で交換できるんじゃないかと思います。ですんで本当にね歌い文句通り8秒で交換できるんで、これはOK ですね。はい。でどうしようかな。次なんですけども、次ちょっと機能を見る前にもうね先にちょっと充電見てみたいと思います。で充電に関しては3系統に対応して、まずは AC 充電ででかい羊羹みたいなものがついてません。このケーブル1本だけで充電できます。次はねシガー用の走行充電です。このケーブルで充電します。で最後にねソーラーパネルの充電です。このケーブルがついてました。でまずはね AC 充電してみましょう。よいしょ。はい、本体に接続してこちらを充電させばこちらに表示されるんですけども、徐々に上がってますね。1000W 超えました。1300W 超えました。めちゃくちゃ速いですね。でちなみにこの状態だったら23分で満充電完了に、なるそうです。でね、ファンの音なんですけども、今しばらくしたらファンが回り始めました。ですんで内部の温度が上がったらファンが回るような格好になっていると思います。ファンの音はこんな感じです。ファンの音はね高くないんでそこまでうるさくはないです。はい、じゃあね次はもうAC やめて DC 行きましょう。でこの分のね、充電なんですけども、このケーブルが実は製品版とは違うようで、そのまま充電したらね車の電源を壊す可能性があるみたいなんで、車での充電は 12V の 7A になったみたいです。ですので 84W ぐらいで充電されるそうです。で最後にねソーラーパネルの充電で、これすごいのが最大 600W で充電できるそうで、 1600Wh のものだったら約3時間かからずで充電できるということですね。だから相当早いです。で今からねちょっと充電してみようかなと思ったんですけども、
今もう夕方の3時で、空ね、しかも曇ってるんですよね。さっきまで晴れてたんですけども、もう曇っちゃって充電には適さないんで、ちょっと充電別にしてるんで見てもらおうと思うんですけども、はい、これがね、ソーラーパネルつなげた状態ですね。で、つなげてるのは僕の持ってる 300W のソーラーパネルです。こんな感じでケーブルを接続しようと思ったら、僕のパネルの方がアンダーソン出力にはなってなかったんで、手持ちのアンダーソンケーブルになるケーブルを接続しました。で、つなげてみたら 300W のパネルで 240W ぐらいで充電されました。これはね、相当早いですね。このパネルが 300W なんで相当出てます。ですんで、約6時間ぐらいでから満充電、空っぽから満充電できるような格好になってた風ではあります。ちなみにね、僕その 600W 分のパネル持ってないんで、実験はね、ここまでにさせてもらいました。ということでね、とりあえず AC と DC とソーラーパネルの充電がね、こんな感じっていうのが分かってもらったと思うんで、次はちょっとね、本体の出力ちょっと見ていきましょう。DC4 で、DC に関しては出力が最大で 13.6V の 8A ということで、約 110W ぐらいとのことです。で、ちゃんとね、ここからね、13.8V も出てるのかどうかちょっと気になるんで見てみたいと思うんですけども、これボルトチェッカーですね。 DC12V 用のボルトチェッカーをさせてみると、よいしょ、 14.1V ですね。だからすごい出てます。はい、バッチリですね、これは。ですので、ポータブル冷蔵庫なんかももちろん、使うことが可能で、これはね、12V 用の炊飯器のかけるくんなんですけども、よいしょ、はい、でオンにしたんですけども、消費電力はね、111W となってます。問題なくね、動いてますね。バッチリです。ちなみに 14V もあったんで、ご飯炊くのも相当早いと思います。あとね、ここの謎ボードに関しては僕はちょっとあんまり詳しくないんで、スルーさせてもらいます。ごめんなさい。で、お次は USB ポートです。ここはね、速い USB が4つと、これですね、USB Type-C のポートが2つあります。USB Type-C の出力は2個あるんですけども、単ポートで最大 100W あるらしいです。だからすごいですね。めちゃくちゃ出力ある格好になってます。これはびっくりですね。ですんでね、ちょっといろいろ下げてみましょう。ということでね、こんな感じで接続してみました。USB が4ポートと Type-C が1ポートですね。で、まだね、USB オンにしてないんで入れてみようと思うんですけども、全部の端末をね、充電し始めました。で、この時の消費電力が 41W とのことです。で、21時間ね、充電し続けれるらしいです。すごいですね。だから容量が 1600Wh もあるから、スマホ100台ぐらい充電できるんじゃないですかね。AC も同時に使ったらもっともっと台数いけるんで、これ災害時なんかにはね、タコ足配線にすればいいんで、なんでしょうね、災害時なんかに置いといてから、これは太陽で充電しながらこっちで充電するってこともできそうですね。じゃあ次はね、みんな気になってる AC ポートの方行ってみたいと思います。この電源はもう定格が 2000Wh もあるんで、動かない家電はないんで、とりあえず伝えてみるだけになると思うんですけども、やってみたいと思います。まずはね、ワットチェッカーで AC 出力見てみましょう。AC 出力は 112V ですね。ちょっと高めですね。で、じゃあね、なので炊飯器から行ってみたいと思います。順に行きます。この炊飯器は定格消費電力が 300W のものです。としたら消費電力は 390W ぐらいですね。ちょっと高めです。AC がね、100V じゃなくて110何 V もあるんで、こっちの出力がね、高くなってるみたいです。これはちょっと仕方がないですね。次は IH を実験しましょう。この IH クッキングヒーターは、出力がね、1000W のものです。で、普通に問題なく動くと思います。もう火力はね、最大の5にしました。この時の消費電力が 720W ぐらいですね。1000W 出ると思ったんですけど、ちょっと低いですね。ちょっと気になるんでね、これでも調べてみましょう。普通の家庭放送です。で、はい、同じ条件にしたんですけども、こちらも 720Wぐらいでした。ですので 1000W 出るはずなんですけども、こっちのね IH の方がちょっと調子が悪いかもしれません。はい、電源の方には問題ないと思います。とりあえず 700W はねクリアしました。次行きましょう。次はヒーターを使ってみましょう。これはね、最大消費電力が 1200W の電気ファンヒーターではあるんですけども、定格 1200W 言いながらなんかもっとあるんですよね。起動時に1800とか2000とかいくようなやつなんで、ちょっとね実際にこの分起動してから動かしてみたいと思います。それは 2000W 超えました。2100超えましたけども起動しましたね。で、安定して 1200W ぐらいです。で、めちゃくちゃ暖かいですね。これすごく暖かいです。なんですけども、この中に入ってるバッテリーは 1500Wh の分なんで、あと40分ぐらいしか使えないっていう格好のものなんで、早くじゃあもう1時間でね、満充電から1時間で空っぽになるような感じの
ものではあります。まあこれは仕方がないですね。でもとりあえず動いたんで、これも止めます。で、ごめんなさい、忘れてました。周波数を見ときましょう。この電源もね、なんか周波数切り替えれるらしいんですけども、ちょっと僕、やり方が今回わからないんですよね。というのもマニュアルがついてなかったんで。で、きちんとね、60Hz 出てると思うんですけども、ちゃんと出てるかどうかね、ちょっと確認してみたいと思います。よし、行きましょう。59.999 なんで、ぴったり 60Hz ですね。すごいです。かなり正確です。ですんで、周波数の方は問題ないですね。バッチリです。で、ちなみに、ファンヒーター使いながら、周波数測っても 59.999 で一定です。バッチリですね。AC 出力に関しては、これは完璧だと思います。これはすごいです。はい、じゃあね、AC 出力実験の最後に、電子レンジと電気ケトルをね、ちょっと同時に使ってみたいと思います。これはね、定格出力が 900W の電気ケトルで、こちらはね、定格 1100W の電子レンジです。じゃあね、行ってみましょう。まずは電子レンジから。これをオンにして、次はケトルをオンにします。5分ぐらい。あれ、1700、1600もあるな。ワット数高いですね、これ。まだね、電気ケトル入れたいんですけども、1100W の電子レンジの消費電力が 1700W ぐらいで表示されてます。これはちょっと高いですね。なんでだろう。110V だからですかね。で、この調子だったらね、この分入れたら多分落ちると思うんですけども、そこまでやって実験なんでね、やってみたいと思います。せーの。2900、2500落ちました。まあこれはね、想定内です。そんなもんですね。止めて、復帰しましたね。自動的に復帰しました。そしたら 900W の電気ケトルは動き始めました。なんですけども 1134W ですね。ちょっと消費電力多いですね。これね、110V で動いてるから消費電力ちょっと高くなってるみたいです。約 1.2 倍とかぐらい出るらしいです。110V だったら。ちなみにちょっと気になるんで、電子レンジ単体で回してみると約 950W ですね。だから 1000W 超えてないぐらいなんですけれども、なぜかこちらにつないだら 1600W ぐらいになりましたね。これがちょっと不思議ですね。上がりすぎというか増えすぎというかっていうな感じはあると思います。まあでもね、問題なく動いたんで、まあこれはこれでよしとしたいと思います。はい、ということでね、AC 出力実験はこんな感じで、とりあえずまあ省電力の家電から高出力の家電まで全部動いて問題なかったんですけども、なぜか電子レンジがすごく消費電力高かったのだけはね、気になりますね。ただね、車中で使うような電気機毛布とか、家電類は全て問題なく動くと思うんで、AC 出力の方は問題ないと思うんですけれども、実験ばかりしてね、ちょっと実際に使わないとどんな感じになるか分かりませんよね。ですんで、ちょっと今からはちょっとこの電源を持って、外に行って車中泊までちょっと行かないんですけども、屋外で使った場合にどうなるのかっていうのをね、実験してみたいと思います。はい、ということでね、ちょっと秘密の河原にやってきました。ここはね、ちょっと場所は非公開なんですけども、こんな感じでね、川の隣につけれるような場所です。で、車内はこんな感じで、こういう風に、ポータブル電源持ってきました。なんかね、家電っぽく収まってて座りはいいですね。で、今回はね、こちらの川辺で調理をして食べようと思うんですけども、やっぱり川辺まで来たらね、いいものが食べたいですよね。ということでね、これです。ステーキ肉ですね。これはね、油を注入してあるお肉です。これ Amazon でね、1kg4000円もする高級肉です。ちなみにね、8枚ぐらい入ってるんで、1枚換算で500円ぐらいする高級肉です。それで今回ね、特別にこちらを買ってきました。なのでね、今日はね、すごい高級なお肉のステーキを焼いて食べようと思うんですけども、せっかくね、でかい電源があるんで、炊飯器でご飯を炊いて、炊きたてご飯の上にステーキを乗っけて食べるような格好で調理していきたいと思います。じゃあね、やっていきましょう。ご飯はね、1合用意してきました。もう水は吸わしてあります。OK ね、刺して炊飯スタート。約ね30分ぐらいで炊き上がると思います。ですのでね、ゆっくり待ちましょう。で、待ってる間にね、ちょっと何もしないのもあれなんで、コーヒー作りましょう。食後じゃなくてね、もう今待ってる時間に優雅に行きましょう。で、お湯はね IH で沸かします。電源オン、加熱、火力3でいいですね。はい、今ね 980W ぐらいで動いてますね。 AC2 つと DC1 つで 980W ぐらいです。で、湯が沸くのを待つ間に今度はね、ちょっとタブレットを充電しましょう。同時に行きましょう。で、 USB をオン。ちょっと充電開始されたんですけども、はい、ちょうどいいですね。ちょうどね 1000W ぐらいになりました。バッチリですね。はい、で、そうこうしたらね、お湯が沸きました。
これだけ巻けばいいですね。ちょうど1杯分ですね。じゃあね、炊飯器でご飯が炊けるまで川でも眺めながらコーヒー飲んでタブレットでねゆっくりしたいと思います。ちなみに今の電池残量は 48% です。はい、ゆっくりしたらねご飯炊き上がりました。これ今からカウントダウンするんですけども、あと8分で蒸らし終わりらしいです。ですんでね、ちょっと今からもう次のお肉の準備しようと思うんですけども、お肉今凍ってるんでこのままじゃ焼けませんよね。ということでいっぺんちょっと解凍しようと思います。電子レンジを使ってね解凍しましょう。もう解凍はね簡単にいきます。お皿にラップでお肉を乗せる。でこれを柔らかくなるまで解凍ですね。で、コンセントを挿してダイヤルを解凍で何分だろう、5分ぐらいいきましょうかね。はい、こんな感じでね回していきましょう。ちなみにね電子レンジすごい音してますけども、これは別に電源のせいじゃなくて僕のレンジがボロいからです。すいません。ご飯炊けました。蒸らし終わったみたいですね。はい、こちらもねできました。おー、なんかちょっと雑な解凍になりましたね。なんかこっちの辺がね焼けたような感じになりましたね。そんなことないんだけどな。じゃあねお肉を焼きましょう。もうお肉はねいつものくっつきにくい方で焼きます。で蓋にもねくっつきにくい方でつけます。こうしたらね飛び散らないんで片付けも簡単です。でこれに温めるのをちょっと失敗したステーキをのけます。だいぶドリップが出ましたね。ごめんなさいね。苦手な方はごめんなさい。はい、じゃあね焼いていきましょう。こうやってもう軽く強火でいきましょう。はい、でね今ステーキ焼いてるんですけども、本当はね僕電池がなくなっちゃった、でも大丈夫、交換電池があるからねっていう茶番をしようと思ったんですけども、電池の持ちがねすごく良くてからご飯炊いてコーヒー入れてお肉を解凍して焼いてる状態でもまだ電池 36% も残ってるんですよね。ですんでねさすがは 1500Wh っていう感じでから余裕がありすぎるんでちょっと今茶番ができないんですけども、もうちょっと気にせずね頑張って焼いていきましょう。はい、いいよ匂いがしてきたんでひっくり返します。よいしょ。おー、よし。でいっぺんひっくり返す。僕ね牛脂注入肉っていうの結構好きでから、全国にあるのかなミスターバーグっていうお店があるんですけども、そこ行くの好きでからよくいただくことがあるんで、これはね結構好きなお肉です。もうしばらく焼きましょう。もういい感じですね。よし OK にしましょう。ご飯ですけどもすごいいい炊き上がりです。おー大成功。さすがは炊飯器ですね。よしご飯ちょっといちごは多いんでね半分だけにします。でお肉ですけどもこれで、ね、カットしましょう。そしてこうやってよしよいしょ。で最後にいきなりステーキのソースをかけたら、いきなりステーキではね絶対に出てこない幻のメニュー、牛脂注入肉のいきなりステーキ丼の完成です。美味しそうなのができました。はい、ということでね相当美味しそうなステーキ丼ができたんでねちょっといただきたいと思います。いただきます。出してお味は美味しいです。なかなかいけます。僕がね温めるのをミスってるんで部分的にちょっと硬くなっちゃってますけども、味は最高です。歯が悪い人でもね食べられる柔らかさですね。だいぶこれニンニク効いてるんですね。びっくりです。でもね美味しいです。この時ということでね完食です。ごちそうさまでした。はい、ということでね今回はアイフォーウェイさんの8秒でバッテリー交換のできる大容量ポータブル電源 T-Rex の紹介動画だったんですけども、いかがだったでしょうか。この電源ねまさかの 1500W もしくは 2000W のバッテリーがドスンと交換できるシステムなんで、少々の車中泊ではねバッテリーの心配することがもう全く不要で、今回ねこんな感じで料理も締めたんですけども、炊飯器も IH も電子レンジも使えてから DC も USB も同時接続なんかも可能で、調理中にバッテリーがなくなったから困った、でも交換バッテリーあるから大丈夫って交換しようと思ったんですけども、バッテリーがね
ほとんど減らなくて、結局ね、60% ぐらいだったのが、今ね、30% ほどまだ残ってるんで、ですんで、こちらのものがね、1500Wh なんで、450Wh ぐらい残ってるような状況ではあるんで、逆にね、ソンジュソクラの料理では使い切ることができなかったっていう証明になってしまいました。ですんで、この電源は、本当にね、力もあって、バッテリー効果もできるんで、車中泊にはね、結構良さそうだなとは思ったんですけども、実はちょっと2点ほど気をつけないといけない点があって、というのがね、1点目は、このバッテリーをね、単体で充電するには、専用のアタッチメントが必要で、しかも、ソーラーパネルからでしかね、充電できないんで、まずこの点がね、ちょっと気をつけなくてはいけない点なのと、あともう1点は、実はこのバッテリー、ちょっと重心が悪くて、今この場所にね、運んでくる最中に、タイヤロックしてるだけの状態だったら、カーブで転倒しちゃったんですよね。僕ちょっと2回ほど今、こかしました。ですんで、この車を車中泊で使おうと思われる場合には、車にしっかり固定する必要があると思います。どうしてもね、バッテリーがこのぐらいの位置にあるんで、もっと下の方にないんでね、ちょっと安定性は悪いような感じがあります。その2点ぐらいですかね。ちなみにね、この電源、電池込みで最大 24kg ぐらいの重さなので、持ち運び自体はね、ちょっとやっぱし重たいんですけども、これ、サイズがね、なんかちょうどのサイズのせいか、持ちやすいんですよね。なので、この分をね、アウトドアのところで使用しようと思った場合にはいいんですけど、こういった土の上だったらね、ちょっと持ち運ぶことはできませんよね。なんですけども、こちらにはね、こんな感じの専用のキャリアがありまして、こんな感じでね、乗せれば、持ってね、移動させることも可能で、こんな風に運搬できるんでね、好きな場所に持って運べるんで、災害時やアウトドアでの使用を考えられる方にもね、この電源は結構いいんじゃないかと思います。ちなみにこちらのアイフォウェイさんの T-Rex は、現在幕開けで出資者募集中ではあるんですけども、1500Wh の電池を2時間で充電可能で、電池交換可能なものっていうのはね、今こちらのものしかないんで、例えば電気をバンバンに使って、キャンプがしたい、車中泊がしたい、あと仕事で使いたいと思われてる方にはね、すごくおすすめの電源なんで、皆様よかったらね、リンクの方概要欄に貼っておきますんで、こちらの方から見て、ご購入をね、検討されてみてください。はい、こんな感じですかね。ということで今回はこの辺でご視聴ありがとうございました。